疲れてるからそうですよね。リラックスしに来ました完全に。まだこっちはい。この時間のこの部屋のなんか暗さね。いいな。美味しいよここのウーロン茶。香りいただきます。いつも一人で飲んでるけど人と飲むと美味しい。うん。全然違うね。食事もそうだけどさ、そうだね。人と食べるとちゃんとこう一口一口箸置いて感想いらない。そう。大事。皆さんこんばんは、ミックです。6月も最後の週になりまして、もうすぐ7月ですが、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。私は、1週間前ぐらいにパリに行ってきまして、数日前に帰国したばかりなんですけど、もう東京戻ってきたら暑くてジメジメしてて、そこに時差ボケもプラスされて、もうちょっと体のコンディションがぐちゃぐちゃです。今週はですね、隙間時間にパリの Vlog の編集をしながら今週の Vlog も撮影してっていう感じの過密スケジュールなんですが、パリのね動画を公開する前に先にパリで買ってきたものを皆さんにもうご紹介しちゃおうと思ってここに並べてみました。今回ねチョコレートとか食べ物系、あとは紅茶とかそういうのをね多めに買ってきたから、もう早くねチョコとか食べたくてでも皆さんにねちゃんとご紹介してから動画内でもね使っていきたいなと思ってるから、先に Vlog 出る前にちょっと購入品をねご紹介していきたいなと思います。ちょっとね見えやすいように画角を変えさせていただきました。今回のパリ旅はね、チョコレートとかあとは紅茶をたくさん買ってこようっていうのがね、私の中でちょっとしたね買い物のテーマになっていたんですが、最近ね私が一人お茶会というか一人でお家でお茶を飲むのにハマってるのをね皆さんご存知だと思うんですけど、その一人お茶会で楽しむ用の紅茶やチョコレートをねいくつか買ってきました。はい、まずこちらアラメール・ドゥ・ファビーユというパリで250年以上続く老舗チョコレート屋さんで購入してきたものです。ここのねチョコレート屋さんはね、外観そして内装がとっても可愛くて、深緑をねベースにこのお店のカラーであるオレンジ、このカラーのアクセントが効いててね、本当に乙女心をくすぐるそんなショップだったんですけど、そこでチョコレートをね買ってきました。はい、こちら箱に入ったチョコレートです。この箱もねお店の外観と合わせてなのか、深緑のパッケージにオレンジのね柄が入っててすごく可愛いんですよ。これはね自分用に買いました。じゃーん、チョコレートが8個入った小さなボックスです。こういう感じでね、見た目も可愛らしくて美味しそうなチョコレートがショーケースにずらって並んでて、それを好きなだけピックアップして買うこともできるし、こういう風にギフトとしてねいろんな大きさで売ってるので、ちょっとお世話になった方にね持って帰るお土産にもちょうどいいんじゃないかなと思います。あとはこちら可愛い。これはねちょっと見た目は可愛すぎて中身が何なのかよく調べないまま買って帰ってきちゃったんだけど、多分ねキャンディーみたいな感じかな。硬いのでさくらんぼの形をしたキャンディーです。もしかしたら中にチョコレートとか入ってるのかな。こういう感じでここのチョコレート屋さんはこういうフルーツモチーフのねこういうキャンディーだったりとかマジパンとかそういうのもたくさん置いてあって本当に可愛かったんですよ。であとは量り売りで購入したキャラメルですね。色がね一個一個違うと思うんですけど、味もね全部違います。オリジナルとかカフェとかダークチョコとか、いろんな味を自分でね袋に入れて重さで値段が変わるってやつですね。あとこちら、これも
多分ねキャラメルだと思うんですよね。ちょっと大きめの、これカフェ味、あとはフィグの味ですね。そんな感じで一人で食べきれる量のチョコレートをね買いました。次チョコレート、こちらパトリック・ロジェ。ここでもチョコ買いました。このパトリック・ロジェは2000年にフランス最優秀職人賞 MOF を獲得した一流シェフのチョコレートですね。このパトリック・ロジェはお店がねすごくアーティスティックでした。ちょっとねモードな感じでとってもかっこよかったんですけど、黒をベースとした内装にエメラルドグリーン、この色のアクセントを効かせた店内がねとっても素敵だったんですけど、そこで購入したのがこちら板チョコです。なんかもうおしゃれですよね。もうこのまずパケがカンカンなんだよね。で中このエメラルドグリーンなんですけど、そこに入った板チョコなんですけど、これがこう店内にこうずらーっと並べられてて、カカオの濃さとかカカオの原産地、そういうのがこう書かれてあって、自分の好みの板チョコを選ぶことができるってやつですね。で私はビターよりも甘めのチョコが好きなので、それのおすすめはどれですかって店員さんに聞いたら、その店員さんのおすすめはバヌアツの 66%、 これが美味しいよってこと、ここにね書いてあるんだけど、バヌアツの 66% の板チョコを買いました。この辺をパキパキ折って食べたいと思います。あとはこちら、これはねスーパーで購入したんですけど、チョコレートが中に入ったクレープです。スティック状になってて梱包されてて、ここに8個入ってます。これはねのんちゃんがお土産で買ってて、私も便乗して買ったクレープなんですけど、朝ごはんとかねちょっと小腹空いた時のおやつとかにちょうどいいんじゃないかなと思って、こちらもお家で食べたいと思います。次は紅茶です。こちら大本命コンセルバトワールでゼミスフェールの紅茶を買いました。パリに行くって決まった時にもう私はここに絶対行きたいと思って訪れた紅茶屋さんなんですけど、ここは2021年にオープンしたティーメゾンなんですけど、このお店もすっごく可愛くて、なんかちょっと薬局みたいな感じでこう棚がねずらっと並べられて、その棚につまみがついてて、そのつまみをこうスッと抜くとそのお茶の茶葉が筒の中に入ってて、その筒に入った茶葉を嗅いで自分の好きなテイストのねフレーバーをね選べる、そんなお茶屋さんです。お茶を選んで、そこからお茶を入れる容器っていうのも別で選べるんですよ。でその容器によって値段が変わってくるんですけど、私は名前を入れてもらえるカンカンに紅茶を入れて買ってきました。包装が可愛すぎてお土産にぴったりだなと思って、友達とかお世話になってる方にもいくつか買って帰りました。この3つ全部このアトリエ用です。はい、もったいないけど開けたいと思います。はい、こういう感じでゴールドのねカンカンにお茶が入ってるんですけど、ここ分かりますか？ミクって名前が入ってるんです。これがね特別感あってとってもいいですよね。はい、これ開けるとこういう感じで茶葉が入ってます。これはアールグレイティーです。シチリア産のベルガモットの香りがもう本当にいい香りなんですよ。あとこちら、これはねチョコレートのいい香りがするチャイなんですけど、ちょっとこの缶がね開かない。後でちょっと彼に開けてもらおうと思ってるので中身ちょっと見せられないんですけど、この中にねシナモンとかココアポット、カルダモン、バラの花びら、ラベンダーの花びら、クローブとかが入ってるチャイなんですが、これ温めた牛乳でね煮出して飲むみたいで、これ開けてね中見せたかったんですけど写真こちらに載せておきます。次最後こちら、これはね一番人気だよって店員さんに教えていただいて、この中にはメロン、ハイビスカス、砂糖漬けの桃が入っているフルーツインフュージョンということで、もう本当に見た目も可愛いし、香りもハイビスカスの香りとフルーツの香りでもうすごいもう開ける前からねもう香ってくるぐらい香りが強くって、これはね水出しでアイスティーとして飲むらしいんですけど、試飲させてもらったんだけど本当に美味しかったので買ってきました。あとはメルシーというパリのね有名な雑貨屋さんで購入したものです。わかりますか？これなんだか目玉焼きのキャンドルです。めっちゃ可愛くないですか？胡椒みたいなのも振りかかってて、作りがものすごく細かいこちらの目玉焼きのキャンドルと、あとはクロワッサンのキャンドルも買いました。めっちゃ可愛い。香りはね特にしないんだけど、お皿の上に乗っけてちょっとディスプレイ用として買いました。で次、パリディズニーで購入したものです。可愛い。レミーの美味しいレストランのエミールというキャラクターの肩乗せぬいぐるみです。あとはレミーのぬいぐるみも買いました。このフランスパンを持った
レビーのぬいぐるみです。このねふわふわ感とこの色味がねちょっと可愛くて、のんちゃんとこちらもねお揃いで買ったんですけど、これはねディズニーランドには売ってなくって帰りの空港で見つけて買いました。はい、あと最後クリニャンクール飲みの市で購入したものです。カップ&ソーサーをゲットしました。パリのね飲みの市に行ったら底が浅くて薄いカップとソーサーを買ってこようって決めてたんですよ。もう本当に理想の形と柄、赤の小花柄があしらわれたカップとソーサー、もうめちゃめちゃ可愛い。こういうちょっと乙女チックなカップ&ソーサーが欲しかったんですよ。これをね2脚買いました。あとこちら小皿もゲットしました。このねフルーツの柄があしらわれて周りが金縁の小皿なんですけど、こちらもめちゃくちゃお気に入りです。あとはこちらデザートカップ買いましたとスプーン、そして受け皿でピンクの縁が可愛い小皿も買いました。最後こちらキャンドルホルダー買いました。ガラスの上蓋を取り外すことができて、中にこういう小さなティーキャンドルを置いて、火を灯してでそしてこうやってかぶせて使うというワイングラスっぽい感じのキャンドルホルダーですね。こういうのって日本でなかなか見かけないというか手に入れることが、難しいので、こういう可愛いキャンドルホルダーがあったらもう絶対に買ってくるんですけど、可愛いガラス製のキャンドルホルダーがあったのでこちらもゲットしてみました。はい、パリ購入品いかがでしたでしょうか。今回もね例に漏れずお買い物楽しんでもう大満足の戦利品をゲットしました。今回ねのんちゃんと行ったパリ女子旅、とっても楽しい内容になってるので7月の中旬ぐらいには公開できると思いますので、こちらの Vlog も楽しみにお待ちください。
今からちょっと外にね出る用事があって準備していきたいと思います。昨日はねちょっと遅くまで動画編集してたのでちょっとねゆっくり起きて若干ね昼夜逆転気味になっております。はい、時差ボケもねまだ完全に治ってないっていうのもあるんですけど、もうちょっと今週はね朝早く起きるとかそういうのは意識せず体調を整えながらやるべきことをやるという風な1週間にしています。そういえばこのスウェードバッグ2週間前ぐらいに受注開始して先週受注期間が終了しました。たくさん皆さんからご予約いただきましてありがとうございました。お手元に届くのを楽しみにお待ちください。このバッグねパリ旅にも持って行って毎日のように使ったんですけど、本当に使いやすくて軽いし、結構ねやっぱ汚れに強いというか、クレープのソースをねこの辺にねかけちゃったんだけど、水をねちょっと含ませて固く絞ったタオルでこう拭いたら、もうねどこにソースがついたのかねわからないぐらい綺麗に取ることができました。なのでこれもフィンランド旅にね持っていこうと思います。でこのバッグのねサンプルが完成するのがちょっと遅かったので、皆さんに受注開始する前にねこのバッグのね使いやすさとかコーディネートとかそういうのはあんまりお見せできてなかったから、今回、一旦ね受注終わりましたけど、これをねフィンランドに持ってって使ってる様子をね多分フィンランド Vlog にたくさん収めれると思うので、そのフィンランド Vlog が出る頃にもう一回こちらスウェードバッグの受注をすると思います。なので今回気になってたけど買い逃しちゃったよっていう方はその時まで少しお待ちいただければと思います。よし、ちょっと日が暮れる前には帰ってきたいなと思うので外に行ってきたいと思います。では行ってきます。よし、楽しみ。始まりました。最近とラジオ第40回。このラジオは私がこのお家にアトリエを持って、そして私と彼夫婦が半別居生活になったということで、私と彼夫婦の今をお届けするそんなラジオになっています。ですが今回は40回記念ということでクララさんに来ていただきました。大変光栄です。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。あっという間にそう40回。そうなんですよ。クララさんもずっとねラジオ聞いてくださってるんですけど、見てる皆さんはクララさんのことあんまりご存知ないんじゃないかなと思います。ちょこちょこ Vlog に出てきたちょこちょこカフェでおはようぐらいは出てきたことあるんですけど、クララさんをまずご紹介してからラジオを始めていきたいと思います。クララさんは
5歳から10歳まで家族と共にヨットで世界を航海しながら育ちました。はいまあ一旦置いときました、はい、情報量基地校はヨーロッパやカリブ海、中南米など幼い頃から文化や価値観の違いを肌で感じてきたそうです。大学卒業後は外資系航空会社で国際線 CA として約7年半勤務し、その後 CA 同士がつながれる場としてクルーワールドという口コミサイトを立ち上げました。現在は CA のセカンドキャリア支援や働き方、生き方をテーマに活動しているそうです。素敵な紹介をありがとうございます。クララさんの概要はこういう感じなんですけれども、はい、私たち元 CA ということで、はい、結構昔からの知り合いですよね。昔から。そうですよね。みくちゃんを知ってます。そうですよね。はい、10年前とかもっともそのぐらいかな。私がまだ CA だった時に、CA やりながらインスタで、趣味みたいな感じでスターバックスのカップに絵を描くっていうアカウントやってたら、クララさんが見つけてくださって、でなぜか私のことを CA だって気づかれて、そうなんですよ。でそれで DM をいただいて、でいつか会ってみたいねっておっしゃってくださってたんですけど、私結構用心深いからめちゃ怪しまれてあ、そうですねとか言いながらなかなか全然連絡来ないなみたいな。そんな間ちょこちょこ DM でなんかコミュニケーションは取ってたんですけど、東京に帰ってきて台湾から、そこで初めてお会いしました。ようやく会えました。怪しまれながらもすいません、私の用心深さがいいんです、いいんです。それでそこからの中で、ね、はい、ちょこちょこお茶させていただいたりとか、本当のお茶したりお茶したりとか、いろいろ相談に乗ってもらったりとか、はい、私も、しています。はい、ちょっとお茶飲みましたね。飲みたい。お茶ちょっと入れましょう。お願いします。ここと言ったらお茶だ。あ、そうですね。こことうちと言ったらお茶なのでちょっと。でなんか私が、CA やってたっていうことは、YouTube を初めから見てる方はよく知ってらっしゃると思うんだけど、最近見た方とか多分知らないと思うし、私も別にその自分がやってきた今までの仕事のことを、あえてそんな発言するタイミングがねないから隠してもないけど、出すタイミングがなかなかないもんね。ないし、もう必要ないかもなと思ってたんですけど、クララさんとちょこちょこお会いしていくときに CA のそのセカンドキャリアの話をよくするようになって、でそれで私のやっぱり視聴者の方も、CA じゃなくても専門職の方のセカンドキャリアを見つけるのが難しいっていうご相談を受けることが多かったので、それでこういう機会で話してみたらいいんじゃないかなと思って、ありがとうございます。お呼びいたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じで前職の会社に迷惑かけないように言うと、私は国内線のっていうところで10年間勤めていました。素晴らしい。クララさんは？私はアジア系の外資の航空会社で7年半勤めてました。国内線 CA、国際線 CA、そのどっちも話せることがあるので、ちょっと CA あるあるとか言ったりとか当時の思い出話したりとかしつつ、最後セカンドキャリアについて話していければなと思います。この前ね、あるあるをカフェで話してたらちょっとエンドレスでCA あるあるは一生話せますよ。辞められてからどれぐらい経ってます？もうね10年以上経っちゃって、2012年に辞めてるので、私が入社した年ぐらい。そうだからもし一緒に働いてたら大先輩ですね。そうおつぼねさせてもらってます。共感レベルですよね。かもしれないけど、もし在職してても多分共感はできてないと思う。クララさんって7年いてどこまで、国際線でどこまでのキャリア積めるんですか？私の会社はずっとエコノミーだけを、外国人 CA はできたんだけど、私が辞める 2,3 年前ぐらいにビジネスクラスまで上がれるっていうので、私はエコノミーまで。ビジネスに挑戦してから辞めたいとかなかったんですか？その機会があれば私も受けてみたいなと思ったんだけど、その前に辞めるタイミングが来ちゃって、そうだからあえて受けなかったというよりは、辞めるタイミングが
先に来ちゃったっていう感じ。国際線の CA さんってやっぱ、結構下積みじゃないですけど、そのエコノミー期間とか長いんですね。いやわからない、今はもう変わってるかもしれない。なぜなら昇格するチャンスができたから、今まではどんなに長く働いてもクラスレベルとしてはエコノミーまで、もちろんビジネスにもファーストにも日本のお客様がいらっしゃったら、エコノミーの仕事をしつつビジネスにもファーストにもヘルプに行ってたから、なんかむしろボーダーがなかったんだけど、できたっていう。じゃあ専任客室乗務員で何年ぐらいだったらできるようになるんですか？外国人だからないかも。そうなんだ。そう私全然知らなくて、それも全部エアラインによって、外国から来たCA も専任になれたりするっていう会社もある。私がいた会社がなかっただけで。そうなんですね。じゃその国の、CA さんだけが専任になってみたいな。そうへえ。それでなんだろう、転職する人もいる。専任やりたくて。へえ、面白い。そう面白い。逆に国内線めっちゃ早いですよ。上がっていくスパンが。それが大変だっていう人もね、いるしね。そうですね。私19歳、20歳になる手前ぐらいで入社して3年目ぐらいにもう専任なんですよ。早いですよ。早い。だから私23歳で専任客室乗務員だったんですよ。すごい。専任客室乗務員って知らない方もいらっしゃるかもしれないですけど、客室内の責任者です。なのでアナウンスとかしてる人が専任客室乗務員。だからもう23歳で専任客室乗務員やって、そこからずっと専任やって、インフライトインストラクターも26ぐらいからもやってて、すごいですよね。だからもう全然私より年上の方とかもうたくさんね、中途で入る人もいればね、その人に OJT を私がする、伝えてみたいな。生まれた年に関係なく入社した日で先輩と後輩が決まる業界というか会社が多いから、分かりやすくてみんなも受け入れやすいからいいよね。いやそうですね。もう全然年齢関係ないです。もう入社で先輩お願いしますみたいな感じで。人間関係としてはねフラットだけど、ちゃんと指示系統がね飛行機だから必要だからね。そうなんです、そうなんですね。じゃあクララさんはその転職のタイミング、クルーワールドを立ち上げるっていうのが転職のタイミングだったってことですよね。私のタイミング、キャリアチェンジのタイミングはもともと入社した時にこんなに長く働ける会社だと思ってなかったから、3年ぐらいで辞めることになってきっと、でそしたら契約更新を毎年する会社だったんで、そこから違うキャリアに変わっていくんだろうなって思いながら働いてて、なのでなんか常に自分の棚卸しキャリアの棚卸しをしながら飛んでたんだけど、なんかあまりに楽しくて、プライドが、そう、もう仕事が、でこのどうぞ止めるそうですね、一回あれした一回準備だけした方が喫茶ミクいいね。いいですよね、ちょっと自分でもいい趣味見つけたな。いや本当なんだったっけまさか、こんなに長く続くと思わなかったのは、すごい楽しかったの仕事が、フライト終わった後に「お疲れ様でした」って言った時の達成感のアドレナリンの中毒になっちゃって、そうで7年半勤めれたんだけど、その23年前ぐらいから、ちょっとその棚卸しの仕方が分からなくってキャリアカウンセリングに、聞きに行って、で私結構ズボラだから一人だったらできないなと思って私の中で毎月1ヶ月に1回棚卸しするって決めてたんだけど、すごいそれができないと思ったから、毎月予約を入れて帰ってカウンセラーの方に会うもう10分前とかにバーってやるんだけど、強制的にやれる方が自分に向いてるなと思って。
そのキャリアの棚卸しっていうのは今自分がやってることプラスこれからどうしていこうかみたいなことを両方交えながらどういう方向に進んでいったらいいのかっていうことを一緒にカウンセリングしてもらうってことですか？そうで、カウンセラーさんが答えを出してくれるわけじゃなくて、自分の中で答えを出していくから、これが先月と変わってて、やりたいことがまた増えて、じゃあこれをどう実行したらいいかっていうのを今月はこれに決めましたっていうことを宣言しに行ってて。なるほど、整理する場を人を返さないとやらなくなっちゃうからやってやることによって毎月自分のキャリアについて考えれたってことですね。そうなので私は今それをやりたくてそれをしてるんだけど、はい、そのみんなに提供したいと思ってそれでキャリア支援をそれで辞めることになった時に、この棚卸しが生きたなと思って。本当流れるように起業になったんだけど、起業がしたかったわけでは別にない。へえ。でもそれで起業に至ってやれてるってすごくないですか？どういうふうにその一歩みたいな、例えば、じゃあ自分がキャリア支援の、方に行こうと思った時に、何から始めたんですか？キャリア支援に行こうって思ったのは実は起業をしてから1年ちょっと経ってからで。もともとはサイトの方が先に動いてて、クルーワールドっていう口コミサイトが、掲示板みたいな形。そう掲示板に近いかもしれない。その客室乗務員の人だけが見れる情報と、客室乗務員以外の方も見れる情報が書き込む客室乗務員と客室乗務員経験者の人の判断で分けれるっていうサイト。それをじゃあ作ろうと思って、そういう制作会社さんみたいなとこ介して作って作り始めて、口コミサイトを作り始めてから、これはキャリア支援につながるなっていうふうにやってたってことですか？そうで、そのキャリア支援を自分がするって考えたことなかったというか、自分がしてほしいって思ってたから、なんかもうむしろおこがましいって思っちゃうぐらい、なんかすごい恐縮しちゃって、私も全然一歩踏み出せなかったんだけど、なんかどちらかというと伴走者に私は向いてるかなと思って、その伴走してくれるサービスがなかったから、上からこう導くというよりは横で一緒に走って、あなたこっちやっといて私こっち探してみるみたいなのができたらいいなと思って始めた。なるほど、なんかそういうキャリア支援みたいなコンサルっていうんですか、みたいなのってやっぱりこう教えてあげますみたいなの多いじゃないですか。そうじゃなくて、なんかそういう場みたいな、サイトっていう場みたいなのを作って、そこで一緒にやっていきましょうみたいな風でやってた。サイトはなんかややこしくてごめんね。サイトは口コミサイトで、例えばフランスに行く CA の人が、なんかフランスで何しといたらいいかなみたいな、ステイ時間が24時間あとちょっとぐらいしかないんだけど、なんか間違いなくなんか楽しめるものないかなって調べたら、同じぐらいのステージ時間の人が楽しんだ口コミがあって、それの通りにできるっていうのが口コミサイトで、なるほどなるほど。でキャリアの方はほぼあって、キャリアの方はあって、ごめんなさい、混同してました。ごめんなさい。そういう CA 同士の交流とか CA になりたい人とか見に行ったりとか、ステイ先どうやって楽しもうかなっていうラフな感じで、キャリアはもうクラさんと会うってことですか？そう、1対1で会って、私がしてもらってたように宣言しに来てもらって「いってらっしゃい」みたいな。一人でできない人は、私はお茶飲んでるから、ここでやってていいよって言って、そのワークをしてもらってみたいな。そう。じゃあ私もたまにクララさんに会って自分のやりたいことを勝手に話してるじゃないですか。まさにそれ。ちょっとお金がお金はね、いただいてないんだ、それに。そうなんですか。私も実は気づいたら実はもしかしたらでも自分でできてるジャーナルがね、それに近いかなって。そうですね。クララさんに会うと、確かに私なんかすごい自分のこれからのこと話しちゃうんですよね。そうで、私もそういうのを聞くのが楽しくて、
だから知らないうちに聞いちゃってるんだと思う。そうですよね。そうで私も知らないうちに喋っちゃそうってそうそうそう勝手に整理して帰っちゃってみたいな。そうで私も今日楽しかったなってなって帰ってそうなんですそうね。その収入っていうのはやっぱそのサイトに貼られる広告とかそういうのとかもあるし、もしキャリア支援として弊社を通して私がその方に合った会社を見つけてこれたら、その企業さんからフィーをいただく。あ、なるほど。そこからなんかまた他にもいろいろやってますもんね、クララさんだって。日本初吸水ショーツブランドピリオドでいいんですかね。ピリオドのアドバイザーとか、女子未来大学ファウンダー。なんか吸水ショーツはそれこそ口コミにアメリカにこんなショーツがあるみたいな、生理の時にショーツが吸水してくれて、だからナプキンを使わなくていいっていうのがあって、めっちゃ面白いと思ってすぐ取り寄せて履いたら革命何これみたいになって、日本でないのかなって調べたらなくて、でもヨーロッパとアメリカにはあって、これまさに日本の人が欲しいみたいな。クララさんは自分の好きなことで起業してるっていうよりかは、こういうの必要かもっていうそういう方から事業に持ってってますよね。こういうの必要かもプラス私が好き。もちろん好きなんです。なんか好きじゃないものには全くなんか思いが込められなくて、そう結構転職考える時ってやりたいこととか好きなことばっかりにフォーカスしちゃう時あるじゃないですか。そうするとなんかすごく狭くなっちゃうけど、そこにこういうの必要かもみたいな要素があると突然広がりますよね。お茶ありがとう、嬉しい。美味しい。いただきます。美味しいね。美味しいですね。これもこれってどっちがいいんですか？プレーンとブルーベリー。クララさんが空港で買えるスイーツを買ってきてくださいました。空港のおすすめのお菓子とかを CA の方にいろいろ聞いて、これは初めて聞いたなって思ってできたんですけど、教えてくれたご本人からボイスメッセージを預かってるので、ぜひ再生して流させてもらっていいでしょうか？もちろん。現役 CA さんですか？元 CA のママさんのお嬢さんのお嬢さん。いきます。コウヨトリネームみくちゃん、大好き9歳です。みくちゃん先生、ラジオ40回おめでとうございます。私はママの影響でみくちゃんの動画に出会いましたが、今ではみくちゃんの大ファンで、将来みくちゃんみたいな YouTuber になりたいです。今回羽田空港でおすすめするのはヨーグルトフォーシーズンズのヨーグルトです。プレーンがおすすめで、口当たりもとても滑らかで美味しいヨーグルトの味がします。みくちゃんの動画でもよくヨーグルトが出てくるので、みくちゃんもヨーグルトが好きなのかなと思ってチョイスしました。みくちゃん、これからも動画とラジオ楽しみにしています。かわいい。ちょっと涙出ちゃった、可愛すぎて。なんでクララさんボイスメッセージで再生するんだろうってちょっと思ったんですけど、ありがとう。コウヨトリネームみくちゃん大好き9歳ちゃん。届きましたよ。ありがとう。嬉しい。じゃあちょっとプレーンにすいますわ。プレーンおすすめだったんで、これがヨーグルトフォーシーズンズ。ぜひ皆さん買ってみてください。たまにいるんですよ。なんか9歳ぐらいの子がお母さんと見てたら、なんかファンになりましたっていう子かも。じゃあいただきます。いただきます。美味しい。美味しいよね。見た目なんかトロトロしてるなと思うけど、ちゃんとなんていうか弾力ある。本当滑らか。これグラノーラとか入れたい。わかる。あとブルーベリーとブルーソースかけたい。めっちゃいい。ありがとうございます。ありがとうございます。こんなにちゃんとクララさんと CA の話とかすることないから。でも逆になんだろう。新鮮でいいよね。そう新鮮だし、リアルな反応をお届けできて。
あと現職じゃないっていうところがちょっと笑い話にできるので楽しいんですよね。やっぱり濃かったから未だにドアモード変更言えます私。夢にも出ない。夢にたまに緊急脱出訓練の夢を見ます。頭を下げてっていう腹から声出すっていう。あとこうやって座席の下からこれはお伝えするレベルかもうちょっと足で押してもらえたみたいな。クララさんが今言いたいのは手荷物は座席の下奥深くまで入れなきゃいけなくて、その座席のところからちょっと出てるとね、私たちのこのすいませんもうちょっと入れてくださいっていう対象に入っちゃうんですよね。でそれを自分がお客さんなのに横の人とかが出てるとちょっと出てるよみたいな気になっちゃう。全く関係ないけど新幹線とかもねこの上の棚のは本当に落ちてこないのかなってなるよ。ジャケットはなんかずれ落ちてきそうなとか。そうなんか今ぬるっと CARR が入っちゃったんですけどもう本当そういうのありすぎてね。私はエアバスだったんです。前期エアバスだったので、エアバスっていう飛行機の機体の種類ですね。自分がエアバスに乗るともうすぐドアモード変更のアナウンス来たら見てますもん CA さんで。そう見ちゃいますよね。あともうやめてからまだ癖ついてるのは指差し確認しちゃう。わかる。あとこれも出ちゃう。これサムアップポーズ一緒に出せる。私だから家出る時とかすごい心配性なんで、心配性なのも絶対 CA 時代の培っちゃったんですよね。はい。お客さんとして乗ってらっしゃる方は CA さんの動きってドリンクサービスでドリンク配ってくれたりとかミール配ってくれたりっていうのがほとんど目に映ってるものだと思うんですけど、私たちは実際は保安っていうのが一番で、サービスっていうのはむしろちょっとおまけに近い業務なので、余裕があったらさせてくださいっていう、そうなんですよ。だから常に私たちが機内で気を使ってるのは不審者不審物がいないか、異常がないか、あと具合悪い人いないかそればっかり考えてるので、そういう癖が自分の中でついちゃってて、家出る時とかも火の元OK ろうそく OK みたいな感じで出てってるので、よく私視聴者さんから「ろうそくを消し忘れないですか、大丈夫ですか?」って言われるんですけど「大丈夫です」私毎回消して入れてるってやってます。一人で OK です。このサムアップっていうのはその CA 同士の確認の合図なんですけど、こうやってやることで意思疎通をダブルチェックの意味合いもあるんですよね。ちゃんとあなたやりましたよね、私もやりましたこれがね、息が合うチームだともうこれだけでね、本当に全部だから常に最悪の状況を考えながら生きてきた10年間だったので、最悪の状況っていうのは緊急脱出とかですよねをしないために基本業務を頑張るっていうのでやってきたので、その CA っていうのをやめても常に最悪の状況から逆算して考えて仕事に移すし、なんかプライベートもそうしてるっていう感じで、危機管理能力がすごくって、あとなんか考えても思いつかなかった事態が起きても、なんかその時だけ働く頭ってあるよね。あります。だからこんなに私回転できたっていうぐらいちょっと自分にあっぱれみたいな時あるよね。なんか自分の底力見る時ありませんか？特に私専任の期間が多かったので、通常のフライトは特になんかやることをこなすだけなんですけど、例えば遅延しました、なんか故障しましたとかいろんな状況で遅れたりとかあった時に、すぐにアナウンスをアドリブで入れなきゃいけないんですよ。その時にも頭の回転ガリレオみたいな通式バーって回ってるみたいな、お客さんに一番分かりやすく丁寧に伝えなきゃいけない、その丁寧っていうのが難しいんだよね。全部ダイレクトに伝えられたらどんだけありがたいかね。そうなんですよ、しかも自分たちが今怒ってることを 100% 素直にお客さんに言っちゃうと不満になる時があるじゃないですかお客さんが大丈夫なんだけどあんまり素直に言い過ぎるとお客さんがってなっちゃうので、じゃあそれをオブラートにどうお伝えしたらいいかっていうね。だからなんかあらゆるところで流れるアナウンスを聞いて、詰まってる人を聞くと、分かる、頑張れ
わかるよーってすごい応援してる。10年間いつも思ってたのは、その自分たちがやってることっていうのをすごくなんていうか CA 業界、この業界は分かってくれるけど、それ以外の人はそのドリンクサービスとかの側面ぐらいしか見れないから、そこしか見えてないことが誇りだよね、私たちは。逆に美学みたいな。そう私たちがすごいわたわたしてるところを気づかないっていうことに感謝、本当にそして誇り。確かにそうですよね。途中から私もそうなって、最初はなんでこの大変なことをそのみんな気づいてくれないんだと、評価してほしいってやっぱ20歳とか思ってましたよ。26ぐらいになってくると、もういかに気づかせないか、自分たちがすごいバタバタしてることをいかに気づかせず、コーヒーをね優雅に渡してるけど頭の中であれもしなきゃこれもしなきゃみたいなっていう、ちょっと今日は揺れるからこのぐらいかなみたいな紙コップの中にもこれぐらいしかっていう時とかもね、あります。本当この話が同じ業界の人のあるあるのように、あまりに当然だから、誰も褒めてくれないもんね。みんな同じ経験してるからそれが当たり前だから、もう誰も褒めてくれないから、いや本当に素晴らしい。素晴らしいって自分で、私が私を褒めないで誰が褒める。だってその機内には監視カメラもないし、その例えばお客さんとの中でこう自分がすごいうまく立ち回れました、安全に行けましたってとこを誰も見てないし、上司も見てないから評価してもらえないんですよ。だから自分が機内で起こったことって結構これすごいことやったよって思うけど、言わないじゃないですか、あえて上司に私こんなことやりましたって言わないから。こういうシャッターこう滑り込んだみたいなこともね誰も見てないもんね。誰も見てないから、本当に常に自分を褒めないともう気持ちが保てないというか、なんかこう評価軸が難しい業界、数字で現れればいいんですけど数字でもないから、数字は全くねなかったよね。だからもう本当に自分の視野って360度ぐらいできたんですよ、できた10年間で。だけどこれをじゃあ転職した時に、私視野が360度ありますって人を超えているってなっちゃうもんね。それをじゃあこれが証拠ですって出せないのが、出せない。これが専門職の転職の難しいとこなんですよ。難しさ、言葉で言い表せない仕事なので、いや本当にね、唯一数字になるのが、多分機内販売の売り上げと、なかった。ならない。あとフライトタイム。フライトタイムはなります。それお給料に直結しますから。でそのフライトタイムが一般のオフィスワークの方が働いてる勤務時間に比べたら短いんだよね。多分8時5時とか9時5時とかで働いてる時間と私たちのフライトタイムが比べた時に多分少ないけど、よく言われるのは上空だと体力3倍使うって言われてて、だからこのかける3で考えてもらえるとすごいありがたいなと思うけど、多分このフライトタイム毎月何時間飛んでましたって履歴書に書いても伝わらないと思うんだよね。確かにそうですよね。ハテナですよね。80とか80時間飛んだら結構すごいなみたいな感じでした。うち80時間でもう本当に大丈夫お休み取らなくてっていうレベルでしょ。外資になるとなんか一気に飛ぶことが多くて、あれ90から110時間とかあって、そうもうこういう感じで、でも倒れちゃうからやめた方がいいです。110とかもう体が壊れちゃうよってなっちゃうレベルだけど、これをオフィスワークの方に伝えても、でも残業入れたらそれくらいにってなっちゃうもんねっていう。でももう本当に疲労がね全然違うもんね。やっぱね CA やる人って根本がタフです。いやそうかもしれない。精神的にも体的にもタフじゃないと無理。これは本当に無理だなと。本当にちょっと体力はね私もないと思ってたけど、入る前、あった。私もないと思ってたけどありました。それがね入社して自分が意外だったこと。そうかもしれないです。私もよくこんな動けになって、今で思えば確かに自分は体力ある方だなって思うんですけど、だから本当に
CA をねもし目指している方がいたら体力づくりは大事。本当一番大事なのは体力づくりと、自律神経を乱さない体と、いつでもどこでも、どんな時間でも寝れる睡眠力。あと、寝れなくてもいいから寝なくても起きてられる体があればなんだろう、わかります。あんま睡眠取らなくても起きれる体ですよね。そうなんか寝れないことに辛さを感じちゃうともう本当辛いと思いますね。それで結構体崩しちゃう人多かったですかもしれない。バンバン話しちゃってるんですけど、CA あるあるをもうサクサクと、読んでいこうと思います。たくさんいただいたんですよ。くださって、そうもうとっても嬉しく首がもげるかと思うぐらい同じだったんですけど、ちょっと朝2時半とか3時起きの日はずっとレム睡眠出れないですよね。あとショーアップに間に合わない夢を幾度となく見る、汗だくで起床。わかる。そうショーアップっていうのは出社に近い感じかな、一般職でいうと朝礼みたいな。そうかも、朝礼かな。フライト行く前のミーティングですね。ミーティングはまた別にあるけどショーアップあるよね。ショーアップは出社か。そうだけど出社はみんなもっと前だよね。そうだ、ややこしい。ショーアップ、タイムカードを押すタイミングがショーアップかな。そうだからとにかく遅刻する夢を見るってことですね。これは見ます。ある？遅刻したことあります。あります。私もあります。すいません。私は10年間で、3回ありますね。私も、何回か分かりません。遅刻っていうのはもう間に合わないとかではなくて、そのショーアップっていうその時間に電話がかかってきて、寝てたらミックさんショーアップの時間です、すいません寝ていましたっていう、もうベッドの中で遅刻が完全に確定したっていうことですね。あとなんか出た記憶はあるのよね、モーニングコールに。だけど気がついたらみたいな。いやもうだって1ヶ月でその起きる時間が、毎日違いすぎて、もう本当に体が常におかしい状態なんですよ。正常な状態がない状況で朝4時に起きたりとか夜中に帰ってきたりとかするので、なんかもしこれをねご覧の企業の人事の方がいらっしゃったらCA やってきました、今まで遅刻したことありませんという方がいたら、もう素晴らしいことなんです。絶対採用した方がいいですね。いや本当にそれぐらい難しいけど、なかなかこの凄さが伝わらない。そうですね、この難しさは本当なかなか伝わらない。でも CA だけじゃなくてもこういう不規則なシフト勤務の人は分かってくださるんじゃないですか。看護師さんとかもね、確かに、あと駅員さんとかももしかしたら、そうですね。あとはステイ先ではコンビニ飯なこともいやもうこんなコンビニがもう宮殿かなっていうぐらいにたどり着けました。コンビニにってなるよね。ステイ先でお疲れ様でした、コンビニ行く、コンビニあるんですか、行きます。コンビニみたいな。海外での試食はどん兵衛ですか？海外では、私はみくちゃんと同じくらいか、ちょっと勝るくらいの甘いもの好きで、砂糖が大好きだから、海外ではやたらと甘いチョコレート買い漁ってました。じゃああんまどん兵衛とか食べなかったんですね。そうですね。どん兵衛はね救世主。そうですね、生きてたと思います。あらゆる検疫のこれはダメですよにクリアしてくれるから。そうですよね。本当そう。ブリーフィングの空気でその日のフライトの明暗を察する。ブリーフィングっていうのは、朝礼ですね。これからの今日のフライトをどういうふうにしていきますよっていうのを、専任が指揮を取ってこうやって今日は誰々さん何々さんとしてもらってこういうことをやっていきます、今日は天気が悪いのでこういうサービスにしましょう、頑張りましょうみたいなことをやるんですけど、だからこの私みたいな専任の人の佇まいによってピリつく時がありますね。専任には限りません。この雰囲気よりも先にこのメンバーのお名前見て、なるかもしれない。飛行機の質問も来てたんですよ。確かにこれってなかなか聞けないですよね。私は海外が好きでたくさん旅行してきましたが、どうしても飛行機が怖くて長距離フライトでも絶対眠れないので辛いです。
睡眠薬はついてからぼーっとするので飲みたくないし、ミクさんは飛行機は怖くないのですか？どうして揺れても寝れるのですか？怖くならない何かいい方法あれば教えていただけますか？ということで、これ私考えたんですよ、飛行機怖くないのなんだろうかなって思ったのは、確かに CA する前までは怖かったです。家族旅行に行った時、エアポケットに1回入ったことあって、それはねブーンって落ちて、もうこの辺のなんかものブワって上がって、私もその時は怖かったんですけど、 CA やってから怖くなくなったのは、まず一つ目は自分は絶対に生き残れるっていう謎の自信があるのと、二つ目はこんだけ自分が機内の異常に対して注意を払ってって逐一整備さんとかに報告してるから、こんだけ目を見張ってたらこの飛行機は落ちないっていう自信で、揺れても全然大丈夫です。その2つ目、1つ目も完全同意。1つ目は CA さん全員思ってると、みんな言うんですよ、私絶対生き残れるから。2つ目も本当チームに安心感があるから、そこに対する不安はないかな。あと、なんか高所恐怖症の人とかも意外と飛行機は大丈夫な CA も多かったかもと思って、なんかこう高すぎて感覚がわからないからっていうのでね、機体の揺れで落ちることってないよって、キャプテンからも言われるし、自分もなんか何回もすごい揺れを経験してるから、揺れでは落ちないっていう確信があるかもね。むしろ故障みたいなのを感じ取ったら怖いですけど、そうじゃなくて、ただこういう台風の日とかの揺れとかでは絶対落ちないので、確かに怖くても乗ってくれることのありがたさね、すごいですね。でも私揺れが怖いって言われるといつも言うのは、前の方に乗りなって言います。あ、本当。後ろの方が揺れるので。だから私の中では翼の上の横、真ん中らへんが揺れないかなって思ったけど、どう思う？確かにあそこも揺れないですね。だから翼から後ろは結構揺れるって思ってて、もしかしたらその前から真ん中ぐらいまでを選んだらいいかも。あとはもしその不安をね伝えることで楽になるなら、キッチンの近くとかが CA には伝えやすいかもしれない、とは思う。これあんまり言い過ぎると、これはマストの業務じゃないので、これ推奨は強くはできないですけど、私は別に言ってもらって全然飛行機は怖いんですとか揺れが怖いんですって言われたら、その方のことをやっぱ気にかけるし、ちょくちょくお話に行ったりとか、なんか何かできることあるか聞いたりとかするから、そういう不安はね言ってほしいな。伝えてもらえたら、私だったらどういうケアをできるかっていうことを一緒にお話しするきっかけができていいなと思って、ただこちらが怖そうだなって思って、なんか勝手にねできることって少ないから、そうなんです。伝えてもらえた方がありがたいかもしれない。なんか例えば地上でチェックインの時に、地上の人にちょっと言ってみてもいいですし、乗ってきてからちょっとこっそり私たちに、ちょっと揺れが怖くてとか言ってくれたら、何かできることって難しいんですけど、揺れが怖いっていうのは、でもなんかちょっとお話を聞いてあげるとかっていうのは、その業務の隙間で。必ず来てくれるかはちょっとね確証できないんですけど、そうね。はい。コヨットリネーム花柄靴下さんからのお手紙です。ミックさん、クララさん、こんばんは。こんばんは。ラジオ40回おめでとうございます。ありがとうございます。お二人にフライト後の体力回復についての質問です。私は年に数回出張でヨーロッパに行くのですが、機内であまり眠れるタイプではなく、到着後は睡眠不足とバキバキの体を引きずって仕事が始まる状態です。乗客よりもっと大変な CA さんたちは一体どうやって到着後に体力を回復しているのか、ずっと不思議でした。疲れを残さない秘訣があればぜひ教えていただけると嬉しいです。あります？あります。あります。寝る CA の場合はね、本当に乗務してていつも感じてたことは、出張の方がこのロングフライトの後、仕事なんだっていうのが本当にすごいなって尊敬してたし、今自分がその立場になって、CA ならではプラス自分が出張するものになったものとしては、むくみケアとその
このデトックスをこう促すお水とか取ることってすごい大事だなって思った。あ、それで疲れ全然違うんですか？全然違う。むくみケアは例えば何を？メディキュットを履いたりとか、あと今日持ってきたんだけど、初めて見た。遠赤足裏シートかな。10年ぐらい前に1回流行ったんだけど、樹液シートって言って足の裏に貼って寝たら老廃物がその樹液に全部こう流れて、こう吸着して出るっていうののさらにこれ温まるバージョンで、これやると個人の感想ですなんだけど個人の感想むくみがすごい取れるの。ただそのやっぱ樹液ってブニョブニョしてるからフライト中に使うはあんまりおすすめできないなっていうのは、剥がした後に洗えないから、だけどホテルとかで休む時にはすごくじゃあぜひこちら試してみてください。これどこら辺で買えるんですか？ドラッグストアで。あ、ドラッグストアで、私もこれ買おう。これあげます。ありがとうございます。やった。フィンランド行く時持ってきます。はい。あとはなんか時差解消でプールに入るのいいって先輩からは教わってた。だいたいホテルにプールがジムについてるから泳ぎに行って時差を解消するとかで、それができなかったらもうシャワーを浴びるとかでも結構違うって言われて、もし一回ホテル寄れるとしたらこうちょっとお水当てるっていうのだけでも全然違うかもしれない。温水じゃなくて、お湯とお水のなんか交互とかもいいし。私、本当寝るしかなかったからな。体力回復難しいですよね。あともう一個あって、このブランケット借りていいかな。ロングフライトだった時は、多分機内にブランケット用意してる会社もあるし、購入する会社もあると思うんだけど。これも都市伝説なんでエビデンスがないんですけど、こうかけたら、これでこうやってお尻に敷いて、巻きつけて、足がこう開くのを、この毛布の力で押さえる。開かない方がいいんですか？なんかこの開いちゃったのを締めようとか、そういう無意識の動きがあって疲労するらしくって、もちろんこのブランケットの上からシートベルトしてもらうと思うんだけど、このシートベルトもその体が固定されてることで体力が無意識に使われないらしいの。逆に？そう固定されてるから変な動かないから省エネになるってことですか？そうなの。私機内でもうガッて足広げて広げるのも気持ちいいよね。なんか真ん中に荷物あるしね、荷物挟んで荷物の安全にもねつながるし、これは確かに動きが発生しますもんね。っていうなんかエビデンスがない話でごめんなさい。諸説あり。もう試してみます今度。試してみて。だから本当はベルトとかでもいいんだと思うんだけど、なんか保安的にどうかなと思って。面白い。そうちょっとやってみてください。ぜひ。よかった。私だけだったら寝てくださいしかないから。一番いいのはやっぱ寝ることなので。機内でね寝れるといいけどね。うちの母は睡眠薬使ってましたね。グミとかもあるもんね。それで寝てました。たくさんここまで CARR とかいろいろ話してきたんですけど、じゃあ最後にキャリアチェンジのご相談いっぱい受けてて、私も結構動画内で今までキャリアチェンジについて話したことあるんですけど、なんていうか私だけの経験しか喋れないから、一例しか喋れないから、クララさんがいることによっていろんな事例じゃないですけど、道みたいな方法が見つかるかなと思って、ちょっとこのご相談を募集してみました。はい、ありがとうございます。話していきたいと思います。はい、コヨトリネームモッサンさんからの、お手紙です。いつも楽しく拝聴しています。セカンドキャリア支援という言葉を聞いてコメントしようという気持ちになりました。私は国家資格キャリアコンサルタントとしてキャリアカウンセリングの仕事を5年ほどしていました。今回は CA のセカンドキャリアということですが、専門職からキャリアチェンジをする難しさを体感してきました。専門職だからこそキャリアチェンジのハードルが高く感じてしまう方が多いように思います。ただ同時にその勇気や行動力に感銘を受けてきました。しかも専門職だからこその視点や強みはたくさんあって、キャリアチェンジする際に活かせることってたくさんあると思います。話が長くなりましたが、ここでラジオの中で話していただきたいテーマが、CA がキャリアチェンジする上で
活かせることって何ですか？この方もキャリアコンサルタントとして仕事されてて、専門職のキャリアチェンジを一緒に応援して難しいなって感じられて、その上で、私たち CA だった人みたいな、あとは CA じゃなくても専門職の人がキャリアチェンジするときに活かせるものって何だと思いますかということで。難しい。その、キャリアカウンセラーの国家資格ってすごい難しくて、そうだから本当に尊敬してます。そして CA の人がっていうよりは、私がいつも会う上で気をつけてることは、なんかこの仕事してきたらこのルートだよねってルートで考えないようにするようにすごい気をつけてて、なぜなら自分も CA だった時にそうやって考えちゃってたから、これやったらこういうルートがあるかなっていう考え方をしちゃってたけど、CA になる前の自分の個性を、結構 CA をすることで、みんなプロフェッショナルだから、その仕事にのめり込むことによって個性を忘れちゃって、その自分の個性に合った仕事へのキャリアチェンジっていうのができることができたらいいなと願ってるから、ルートを考えないようにしてます。のでなんかあんまりこういう仕事が向いてるとかは言わないようにしてる。どうしても自分は CA やりたいと思って入っちゃって、盲目的にもうこうなってるから、これ以外のこと考えられなくて、でも体力的にもライフステージ的にも続けられないってなった時に、じゃあ CA やってたから接客しか無理だから、私接客の中で何かあるかなってなるとすごい狭くなっちゃうんですよね。そういうことです。でもやっぱり初めましてってあって、なかなかその方の個性を、その方も忘れちゃってるのに、私も見出すってすごく難しくって、だからこそその一緒に宣言しに来てもらうためにやってもらうワークみたいなのがすごく大事で、この棚卸ししてもらって、何が好きで何が嫌いでっていうのが分かるから、ぜひみんなにもいろんなキャリアについてのワークとかって検索すると出てくるんで、自分に合ったものを毎月とか定点観測でやるのをおすすめしたい。なるほど。私今その話聞いてて思ったのは、私も自分がYouTuber っていう道を取る時に、なんでそこに行ったのかなって考えた時に、CA になる前の個性の話されたじゃないですか。私も無意識にそこに立ち返ってて、子供の時からなんかそういう自分のアイデアを形にするのが好きだったんですよね。でそれをじゃあ今やってる CA のスキルを絡めて何かできることってなんだろうって考えた時に、自分のアイデアを形にすることが好きだった。プラス私CA で毎回乗るクルーが変わる、毎回話す相手が変わる時に自分の最近ハマってるものとかめっちゃプレゼンしてたんですよ。なんか最近これがめっちゃ美味しくてとか言って食べてみてとか、最近あそこ行ったんだけどすごい良くてっていう、なんかこう自分の好きなものを人に伝えたいっていう欲がすごいあって、プラスそういうアイデアとか自分の伝えたいことを上司とかの倫理通さずにすぐに実行したい、それは CA やってる時に即断即決って言って、その場で決めなきゃいけないっていうスキルがやっぱりあったから、自分が思ったことをすぐパッて出せる仕事がいいってなったら、やっぱりフリーっていうか、その会社勤めじゃないなっていうので、なんかそういうことをなんかが全部つながったというか、あとお客さんが毎日、例えば1便150人かける4だと1日600人のお客さんに会うわけで、そうするといろんな人に出会うんですよね。世の中にはこんな人がいるんだって思ったことによって、自分が発信する時にこういう人もいるからこういう発言はやめた方がいいとか、こういう人がいるからこういう発言した方が逆にいいとか、そういうのもなんていうか潜在的に入ってて、それが合わさった時に、なんか YouTube だったんですよ。になった。そうで YouTube 始めてみて、こうやって自分で喋るようになった時に、アナウンスのスキルが出てくるんですよ。そうだね。ラジオの時もそうだし、なんか皆さんにお話しする時も、オンの声ですよね。で喋れるようになってね、皆様おはようございますっていう、オンの声が YouTube 上で発揮できるようになったんです。すごいよね。だから今までなんで私は YouTuber に舵を切ったんだろうって明確に言えなかったんだけど、
今の話聞いて元の個性プラス今までやってきたことを絡めた時にこれだってなんか無意識に言ったんだって思いました。そうなの。それがやっぱり自分が見つけられた強さだよなと思って、私がこの仕事をしてる理由は、もしかしたらそういうところにあって、この「はっ」っていう瞬間が大好き。あー、なるほど。ご一緒させてもらってありがとうございますって本当にみんなが自分自身で探して、みくちゃんの場合は多分いろいろ棚卸しするタイミングが多かったから今バーってすぐつながったんだけど、大体の人はじっくりもっと時間かけてっていう、そういう専門職で活かせることって本当にこういう小さなことでアナウンスした時の声のオンの仕方とか臨機応変にすぐに決めれる能力とかっていうのって、そういうのをと自分の個性を掛け合わせた時は専門職はすごく強いんじゃないかなと思います。とても強いと思います。あとはさっき私たちが話してたブリーフィングは、一般だったら朝礼かなとか、そういう同じ業界じゃない人にどう伝えれば伝わるかっていうのを、他の業種の人と話すことで練習ができるからたくさんした方がいいと思う。確かに特殊すぎてねえ、でも特殊な中にいるから特殊なことに気づけない。そうなんですよね。だから自分が名刺の交換もできないし、メールの返信もログインできない、電話の受け取りもログインできないことにびっくりするんですよ。突然私コロナ禍で一般職に、行った時に何もできなくて、あ、私転職できないかもって一瞬落ち込みました。ね、私もいっぱい落ち込んだ。社会人スキル、基本的なスキルがないんですよね。ね、みんなが持ってて当然とされるスキルを、実はぽっかりちょっと忘れちゃってそのスキルを受け取ることをね、あそこら辺で習いましたよみたいなあ、そうなんですかみたいなごめんなさい、戻れない、私は戻せないみたいな突然ね、アラサーになって自分の社会人スキルのなさに怯えちゃうので、じゃあもう一通ぐらい読んでみましょう。小よとりネームマイポシェットさんからのお手紙です。ミックさん、クララさん、こんにちは。こんにちは。欲張りますが2つ質問があります。私は現在30歳で看護師をしているのですが、ずっと航空業界で仕事をしてみたいと夢見ています。航空会社の説明会に参加するなどしていたのですが、そんな最中出産しライフステージが変わりました。異業種転職な上に育児中、厳しいのは承知ですが、同じような状況で育児中に異業種転職された方はいらっしゃるものなのでしょうか。また1歳未満の子連れで飛行機に乗る場合、どんなことに気をつけるべきか CA さん目線で教えていただけるとありがたいです。1個目、育児中に異業種転職された方がいるかということです。育児中にじゃあ CA 採用された方ですよね。結論から言うといます。そうですね、います。はい。そして看護師をされてるということで、看護師さんってすごいなって。看護師さんって本当に採用されますよ。ね。もともと CA は諸説ありなんですけど、看護師の方が一緒に飛行機に乗ってて、みんな飛行機用意するから、そのケアのために看護師の方が乗ってたのが客室乗務員という仕事に変わったって言われてて、諸説あり。最初がですね。そうというくらい、その看護師さんの経験者だっていう方がもし同僚にいたら心強すぎて、もうありがたすぎて、もう本当にめっちゃド新人の子でも看護師ありがとう、今日安泰ですって感じ。という同僚の気持ちとしてはもう本当に安心感がありますっていう。それぐらい機内で急病人が結構発生するんですよ。ライトなもので言うと、乗り物酔い、あとは貧血。多いね。突然人って倒れるんですよ。突然バーンってね、びっくりしますよね。それがね、本当に貧血だけだったら安心なんだけど、なんか倒れた時に怪我しちゃう人もいるしね。私たちもそういう救急のもちろん訓練を受けるし、その AED とか蘇生の訓練も受けるんですけど、やっぱり看護師さんにはかなわない。やっぱり看護師さんがもう出てきて脈さっと取って、これはこうして、はいこうですって言われた時も本当にありがとう
本当にやっとってなるので、看護師さんは正直転職、ウェルカムだと思います。結構その100% 受かるかはわからないですけど、そういうスキルっていうのはものすごく強みなので、アピールできますし、受かる可能性って全然あると思いますし、航空会社によってその求めてる性格が違うので、例えば1社受けてダメだったって諦めないでもらいたいなとは思います。私もその航空会社を受ける方の専門家ではないのでなんかちょっと何とも言えないんですけど、私自身が就活生だった時に、あらゆる航空会社を受けて、この会社はもう書類で落ちちゃったけどこの会社は最終まで行けたなみたいな、その同じ書類を出してても全然進み方が違うので、それは会社と自身の相性なので、なんか諦めないでください。ただその育児中の転職がご自身が大変なのをどのぐらい頑張れるかっていう感じですね。採用する会社とか一緒に働く側はそこまで気にしてない、その一緒に働く人が育児中だとかいますし、時短勤務みたいな感じで、月のなんか何回しか飛ばないとかいますし、別にそこは気にしてないんですけど、ご自身が気圧とかあと特に最初の訓練、2,3 ヶ月の時は時短がないから、持ち帰って勉強することも多いし、そのなんか一発勝負みたいなことも多いから、そこが抜けれたらね、だいぶ、だからご家族のサポートとか、そういうサポートするサービスに頼れたら、頼れた方がいいかもしれないです。そのお母さんであることのスキルが、お子様連れのお客様へのその思いやりにつながるから、会社としてはね嬉しいと思うし、同僚も嬉しいと思います。すごくいいスキル、保安とかサービス両方スキル持ってるので、自分の気持ち次第、あとは環境を整え次第で全然挑戦してできると思います。やってみないとね、自分に向いてるかどうかわかんないじゃないですか。本当に会社との相性だもんね。あと憧れと現実やっぱ違かったりするので、そういうのは一旦ちょっと入ってみるっていうのもありだと思います。で1歳未満のお子様連れ、子供連れで飛行機に乗る場合どのようなことに気をつけるべきかあります？別に気をつける必要あんまり。なんか短いか長いかでまた違うかなと思うんですけど、私がよく遭遇した親子、だとお子さんの洋服は持ってるけど、お母さんの洋服を持ってない人が多くって、でも機内っていろんなものがこぼれたりするんですよ、そのお子様との旅行中って。でその時お子様のお着替えはあるけど、お母さんのお着替えがなくて、冷たくて、でもなんか本当お貸し出しできるものがなくって、確かに子供が吐いちゃったりとかして、そっから8時間とかだったらもう冷たいままとかで、機内もね涼しいからっていうのは、もしかしたらみんながちょっといつものお出かけとは違う準備するものかなと思いました。そうですね、自分のも準備した方がいいってことですよね。国内線に関しては正直木の実木のままで乗っていただいても、もうこちらがなんかこうやったりとか、嬉しいもんね。なんかお母さんがトイレ行く時抱っこして待ったりとかしますし、やっぱお子様連れのお母さんって本当に気持ちがね、その緊張されてて迷惑をかけれないって言って、でそうやってねすいませんすいませんってね言ってくださる方多いんだけど、私たちは別にそんなに、どんどん頼ってください、むしろって感じ。私たちは行き過ぎるぐらいサービスしたい気持ちでいっぱいなんですけど抑えてますお申し出がないとなかなかね。そうですね、こっそりこうやってニヤニヤしてるぐらいなんで、抱っこしていいかなとかあと耳抜きでね泣いちゃうっていうのはあるから、私たちはなんか
泣き声ウェルカムって感じなんですけど、日系はどうですか？私もそこに関しては難しいけど、なんか痛いって分かったらその子がもうこの子は耳が痛くて泣いてるんですってお客様から言われたら、私はその赤ちゃん飴とか舐めれないじゃないですか、だからその機内にある綺麗なタオルをちょっとお湯で濡らして、やけどしない温度までにして耳に当ててもらうと良くなるからって言ってこうファって当ててもらって、血流をねここよくしてね、もうこれはプラスアルファのサービスね。そうスタンダードじゃないんですよ。でこれを強くお勧めできないんですけど、私はそれが一番耳痛くないんですよ。ね、もし何かの表紙でこれ言えそうって感じだったら言ってみてもいいかもだけど、まあちょっと分かんないです。航空会社によって全然違うから。毎回耳が痛くなってしまう方だったら耳鼻科に一度相談に行ってもらうのがいいと思うんですけど、そうすると必要な人にはお薬が処方されて乗る前にこれ飲んでくださいとかっていうのがあったりするかも。私自身も CA を始めるまで耳が痛くなるタイプだったから、耳鼻科に相談しに行って、最初の2ヶ月ぐらいはずっと毎回薬を飲んで乗ってて、で飲み忘れちゃった時があって大丈夫になってたから。いやでもすごいありがとうございました。めっちゃ有意義なお話を。ありがとうございます。なんかこういうなんだろう、機内お役立ちグッズとか、やっぱキャリアチェンジのそのきっかけですよね、きっかけの部分っていうのの考え方っていうのが、自分で気づけなかった部分に気づかされて、でもそういう方って多いと思うので、ね、多いと思う、もちろん私自身がそうだったから、むしろ私は優秀な CA ではなかったから、みんなができてることをできてないという中で棚卸しをするっていうすごく難しかったんだけどおちょこちょいな CA 代表みたいな選手権出たら結構上位だと思うんだけどその中でもちゃんと棚卸ししたってことですね。そうが難しかったけど、棚卸しがすごい自分の理解になったから。でも確かにそうかもしれないですね、異業種転職とか、まあそうじゃなくてキャリアチェンジの時って急にじゃなくって、やっぱりクララさんみたいに毎月毎月考える時間を設ける、あとはそういう人を介してやることだったりとか、自分でノートに書くとか、それを積み重ねていって、プラスでその今やってることのその前に好きだったものなんだろうとか、今やってることでこれは強みだな自分の中でって思うものを掛け合わせるのを考える時間ってことですね。そうすごい大事だなと思って、なんか私がやったワークってやりたいことをやれることやらなきゃいけないことの3つのやっていうのに対してそれぞれ20個ずつを毎月書き出していくんだけど、そうすると被ってるものがあって、その被ってるものってなんだろうって2つは被ってるけど3つ目は被らないから、この3つ目を被らせるために何したらいいかなっていうワークなんだけど、具体的。そうでこれが被ってくると自分の軸が見えてきて、この軸に合ったものをどんどん見つけていこう。でもこの軸が細いとさ、なかなかこの選択肢も広がらないから、どんどん太くしていくことから始めてっていうのをやった。すごい。ありがとうございます。これをみんなにお勧めしたいです。そうですね。それはすごく実践的で誰でも始めれそう。そう。自分だけだと続けられないから誰かに報告するとか、そのお互いにやって合わせる日しようとかっていう友達ができたりとかするとはかどるかなとは。そうですね。いやすごいいいお話を本当ありがとうございました。ありがとうございます。私も初聞きだったからよかった。すごいフレッシュな気持ちでって聞けて、自分のキャリアチェンジここまでの逆にその振り返りもできて、私もやっぱりここで終わるわけじゃないと思ってるので、じゃあ次何するんだろうっていうのの転換のところでもあるかなって感じ始めているので、すごく勉強になりました。嬉しい。本当にいい時間でした。ありがとうございます。皆さんもねやっぱ見てる方で、やっぱ今後どうしようかなみたいな方多いと思うので、ぜひ今回のお話を参考にキャリアチェンジのこと考えてみたりとか、
あとは飛行機乗ってみたいなってね思ってもらえたら嬉しいです。国内でも海外でも、うんぜひ飛行機乗って飛行機楽しんでもらえたらなと思います。はい、ではありがとうございました。40回おめでとうございありがとうございまました。また来てくださいね。はい、お邪魔させてよください。ろしくお願いします。では今週もありがとうございました。この動画が面白かったよという方はグッドボタンとグッドボタンOK です。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のラジオでお会いしましょう。さよなら。